何か一生懸命練習してるのに、ある時からパタッと全然うまくならなくなっちゃった。皆さんそんな経験ありませんか？今回はですね、ある緊張感あふれるタイピングゲームを題材にして、誰もがぶつかる成長の壁、その正体と、じゃあどうやって乗り越えたらいいのかっていうのを心理学の視点から紐解いていきたいと思います。さて、物語の主役はある VTuber の方です。彼女が挑むのはタイピングゲームでのパーフェクトスコア。一見するとすごく単純な挑戦に見えるんですけどね。まずこのゲームの基本からいきましょうか。これは寿司だっていう、有名なタイピングゲームでして、やることは画面に出てくる文字をとにかく早く正確に打ち込むだけ。ルール自体はものすごくシンプルです。でもこのシンプルさこそが後々とんでもないプレッシャーを生むことになるんですね。でもですね、この挑戦には一つちょっと悪魔的なルールがあったんです。それが一発勝負。たった一文字でもタイプミスをしたらその瞬間に即ゲームオーバー。これまで積み上げてきたものが全部水の泡になっちゃう。このルールがプレイヤーの心にずっしりと重くのしかかってきます。そしてそのとてつもないプレッシャーがとうとうプレイヤーの身体に異変をもたらすんです。まさに指が固まってしまうその瞬間を追っていきましょう。最初はね、もう完璧だったんですよ。まるでピアニストみたいに指がキーボードの上を軽やかに踊ってミスなくどんどんクリアしていくんです。このままゴールまで一気に行っちゃうんじゃないかって誰もが思ったんですけど、でもその時です。本人の口からこんな言葉が。指が緊張して固まっちゃって。ついに来ましたね。目に見えないプレッシャーが指が動かなくなるっていう身体的な症状として現れちゃったんです。これも心が悲鳴を上げているサインなんですよね。一体全体、彼女の心と身体の中で何が起こっていたんでしょうか。実はこの現象、特別なことじゃなくて、多くの人が経験するある心理学的なメカニズムでちゃんと説明がつくんです。はい、彼女が直面していたこの成長の壁。心理学の世界ではこれをプラトー効果と呼んでいます。プラトー効果って聞いたことありますかね。簡単に言うと成長の踊り場みたいなもんです。あんなに練習したのになぜか急に上達がピタッと止まる停滞期のことですね。で、面白いのがこの原因って技術的な限界とかじゃなくて、完璧にやらなきゃとか、もし失敗したらどうしようみたいな、そういう心理的な壁であることがほとんどなんです。スキルを身につけていく道のりってよく階段に例えられますよね。最初のうちは練習すればするだけ、つまり技術的な課題をクリアすればどんどん階段を駆け上がれるんです。でもある程度高いレベルに到達すると、今度はプレッシャーっていう嵐の中でいかに自分の心をコントロールできるかっていう全く別の壁が目の前にドーンと立ちはだかるわけです。そしてこの成長の壁っていうのは何もゲームの世界だけの特別な話じゃないんです。実は何かを学ぼうとしている僕たち全員がいつか必ずぶつかる道なんですよね。例えば大事な試合でなぜかシュートを外しちゃうサッカー選手とか、本番になると指が震れちゃうピアニスト、大勢の前だと頭が真っ白になっちゃう人。やってることは全然違っても根本にあるのは同じ壁だったりするんです。皆さんにも何か思い当たることありませんか？そう、まさにこの心理的な壁こそが上手い人とそのもう一段階上の達人を分ける決定的な分かれ道なんです。技術だけじゃこの最後の壁はどうしても越えられないんですよね。じゃあ、あのプレッシャーの真っ只中にいた彼女は一体どうなったんでしょうか。彼女の挑戦の結末から僕たちは成長するためのすごく大事なヒントを学ぶことができます。指が固まるほどのあのとんでもないプレッシャー。彼女はこのまま壁に飲み込まれてしまったんでしょうか。それとも結果はなんと見事自己ベストを更新したんです。いや、すごいですよね。あの極限状態の中で自分自身の心という一番手強い敵に打ち勝って新しいステージへと駆け上がったわけです。彼女のこの物語って
僕たちが成長する時の普遍積マパターン、いわば成長の地図みたいなものを見せてくれてるんですよ。まずはっきりとした目標を立てる。すると必ず壁、つまりプラトーにぶつかる。でもそこで諦めずに努力を続けた人だけが最後にブレイクスルーっていう最高の景色を見ることができるんです。本当にこの一連の挑戦は一つの完璧な成長物語だったなと思います。高い目標を掲げて壁にぶつかって、そして最後にはそれを乗り越えて最高の結果を出す。このプロセス自体が僕たちが何かをマスターするっていうことそのものなんですよね。最後にこれを聞いているあなた自身に問いかけてみてください。勉強でも仕事でも趣味でも何でもいいです。あなたが今乗り越えようと頑張っている壁って何ですか？今日の話があなたがその壁を打ち破るための力強い一歩になったら嬉しいです。